圭介です。2026年も7月に入りまして、もう半分終わったんですね。いや、早すぎるよね。毎年言ってると思うんだけど、この前なんか年越したような感覚でもうずっと過ごしてて、もう半年過ぎてしまいました。で、僕はというと昨日ぐらいまでちょっと風邪をひいていて、鼻声なんですよ。ちょっと声が聞きづらかったら申し訳ないんですけども、今日やっていきたいのは2026年上半期買ってよかったものということで、実は久々なんですよね。2026年上半期、僕はね結婚式をやりまして、その結婚式の準備でバーッと忙しくて、ダイエットしたり結婚式準備をしたり、いろいろやってきたので、あんまり買ってよかったものを動画で紹介することができなくて、久しぶりに買ってよかったものを紹介できます。なんかめっちゃ嬉しいね。久々で嬉しい。で、今日はですね、もう本当に上半期ざーっと振り返ってみて、これ買ってよかったな、これあれから買ってから今でもずっと使ってるなみたいなアイテムを8つ厳選しましたので、ぜひゆっくり見ていっていただけると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。はい、ということで買ってよかったもの、まず1つ目はちょっとインテリアに使ってるアイテムになります。あちらから。はい、まず買ってよかったもの1つ目がですね、こちらのスペースですね。そういえば僕のチャンネルでこのねお家のルームツアーしたことないかもしれないんですけども、実は2026年になって新しく追加されたゾーンがこちらですね。レコードゾーンなんですけども、先月6月にターンテーブルを購入しました。これ僕が購入したっていうか、僕が妻の誕生日に買ってあげたアイテムになるんですけども、一緒に使ってるんでね、買ってよかったものとさせてください。はい、ということで買ったのはこちら書いてあるテクニクスっていうメーカーの、ターンテーブルです。一般的にねいうレコードプレーヤーってやつなんですけども、このねレコードの部分ピョッと取って、自分の好きなものに差し替えて、よいしょ、はい、電源をつけてオンしてこう乗っけるという形で音が出るものになっています。ちょっとね今は著作権の関係で音はね出さないようにしてあるんですけども、こんな感じで音を聞くことができます。で、レコードプレイヤーってこれ単体でもね最近は Bluetooth で飛ばしたりとかスピーカー内蔵のものっていうのもあったりするんですけども、僕のうちのターンテーブルの場合はこれにもうスピーカーとか Bluetooth とか内蔵していなくて、ここの裏からケーブルをこう伸ばしてこのテレビの裏にあるアンプにつなげて、でこのスピーカーに接続して流しているという形になります。なので、こうやって、聞くときはソファーに座ってくつろぎながら音楽を聴くという形になります。で、レコードプレイヤーなんで買ったのっていうと、もちろんそれはね自分の妻が欲しいって言ったから、じゃあいいよって形で、誕生日に買ってあげたわけなんですけども、僕もいいなって思ってるところで言うと、やっぱ一つは見た目。そもそもレコードに針を落とすっていうこの体験とか、その、見た目みたいな部分ってすごくなんかテンションが上がるんですよね。やっぱ日常お家にいる瞬間に音楽かけるだけでテンションが上がる。それめっちゃいいじゃないですか。あります？なんか音楽かけるだけでテンション上がる瞬間ある？ないでしょ。スマホで音楽かけてテンション上がるとか、そういうのは今までなかったんだけど、ちょっとレコード聴いてみよう、気分が上がるとか、そういうなんか気分が上がるスイッチみたいなのをお家に取り入れるとなんかいいなと思って、かなりこれはねすごく一個良かったなと思ってるポイントです。で、もう一個良かったなと思うのはレコードを探す体験っていうのも、この前ポッドキャストフィカスな話っていうポッドキャストやってまして、そこでもいろいろ話してたんですけども、やっぱレコメンドで流れてくるものだけだと飽きちゃうんですよね。Spotify とかもめちゃくちゃいいんですけども、やっぱそれだけじゃなくて自分で現地に行って探しに行く、あそこの探す行為によって見つけて自分で買ってくることによって、なんかその買ってきた体験も含めて音楽に込められるというか、なんかそういうこの音楽にたどり着くまでに自分がした行為も含めて、なんかこのレコードプレイヤーっていうのがテンションを上げてくれる気がして、そういうところがかなり気に入っています。なんかフィルムカメラとかにもすごく似たところあると思ってて、フィルムカメラも1枚のシャッター切るまでにいろんな要素がある、いろんな工程たくさんあるからこそ、なんかその写真一枚一枚にすごく思いがこもるというか、このレコードプレイヤーもこの音楽レコードをかけるまでお金をかけたりいろんなところで探してきたりすることによって、なんか音楽がよりよく聞こえるとか、なんかそういうところもすごく好きですね。あとは
すごく音質もいいし、かなり気に入っています。正直他のレコードプレイヤー試してないんで、このターンテーブルの音がとかはね、別にね分かんないんですけども、見た目がめちゃくちゃいいのと、あと普通に自分で聴いてる分にはもう満足した音なので、しっかり低音も聞こえるし、ボーカルと、それぞれの楽器がしっかり分離されて、それぞれこんな音鳴ってたんだっていう楽しみが増えるのもすごく楽しいなと思ってるので、本当に買ってよかったアイテムだなと思います。ということで上半期買ってよかったアイテム1つ目がこちらのレコードプレイヤーでした。そして2つ目、2つ目はこちらですね。動画でも紹介してるんですけども、フィリップスのモバイルバッテリー、これね買ってよかったです。こちらです。早速使い込んでる感ある見た目だと思うんですけども、これね何がいいかっていうと、モバイルバッテリーだけどまずコンセントがあるんですよ。コンセントがある。でケーブル内蔵です。ケーブルが USB-C のケーブル、ここに内蔵されてますね。ケーブル持っていく必要もないと。でケーブルもう1本ついてて、ここにライトニングのケーブルがあります。万が一 iPhone11 とか、そういうのを使ってる人が周りにいたらちょっと貸してあげることもできるというのだったりとかもあるんですけども、極めつけはここですね。ここワイヤレス充電の場所があります。僕ね最近このね Apple Watch Ultra 使ってるんですけども、これをねここで充電できるんですよ。Apple Watch Ultra にしてからこの Apple Watch Ultra がめちゃくちゃいいのがやっぱ電池持ちで、本当に電池持ちが良くて、3日ぐらい持つんですよね。3日ぐらい持つと逆に充電忘れたりするんですよ。そういう時にちょっと出先で充電するとか、あとはね1泊2日の旅行とか行く時にわざわざこの Apple Watch 用の充電器持っていくのめんどくさいんですよ。その時にモバイルバッテリーも Apple Watch の充電器も、なんならワイヤレスなんで、もちろんここでスマートフォンとか、あとは AirPods Pro とかも充電ができるので、そういったのも含めてこれ1台で何でも解決しちゃうなっていうのがかなり嬉しいなと思ってます。もちろんここにね USB-A と C の電源ポートもあるし、ここのボタンを押せばあと何パー残ってるよっていうのも分かるし、しかも容量も 15,000mAh ということで、iPhone3 回分ぐらい、3、4回ぐらい充電できるという形なので、相当容量もあるし、ケーブルも内蔵、コンセントも内蔵、これ1台で何でもできちゃうやんけっていうモバイルバッテリーです。僕本当に持ってくものは減らしたい派なので、いろんなモバイルバッテリー持ってはいるんですけども、最近はやっぱねこれの使用頻度が上がってますね。難点としては若干重たいとかそういう部分はあったりするんですけども、その点目をつぶってもやっぱねコンセントがついてるとかケーブルがついてる結構嬉しいポイントだと思うので、ぜひモバイルバッテリー迷ってるよって方は買ってみてください。これ結構良かったな。ということで買って良かったアイテム2つ目がこちらのフィリップスのモバイルバッテリーでした。ケイスケの動画。次3つ目買って良かったものがこちらです。アイマスクと耳栓、もうめちゃくちゃベーシックなアイテムなんですけども、今更買ってめっちゃ良かったですね。これなんで買ったかっていう話なんですけども、そもそも最近というか2026年になってちょっと早起きし始めたんですよ。なるべく10時11時ぐらいに寝て朝5時に起きるみたいな、そういう生活をね続けようかなと思って、チャレンジしてるんですけども、そうしようとするとどうしても妻と寝る時間がずれると。で僕の方が先にベッドに入って、でその後に妻がベッドに入ってくるんで、その音だったりとか、あとはお風呂入った後のドライヤーの音で起きちゃうとか、そういうのがあったりするんですけども、それの対策のために耳栓を買って、であとはやっぱ光でも結構起きちゃったりするのでアイマスクを買ったんですけども、この2つ買ってから本当に快眠できるようになりました。正直このブランドがいいとかそういうの特になくてですね、僕も Amazon でパーって見て1位だったものをパッて買っただけなんで、商品名も特に覚えてないんですけども、概要欄に貼っておきますね。で耳栓に関してはもっと多分いいものはあると思います。確か BOSE とかからノイズキャンセリング機能だけついた耳栓とかありはするんですけども、それよりもやっぱ耳への装着感とか柔らかさとかそういう部分が大事かなっていうのと、あとは耳栓結構僕なくしちゃうんですよ。夜寝てる間にプッと外しちゃって、寝る時になったらどこにいたか分かんないみたいなことが何回かあったりするんで、とにかく安いもんでええかと思って、2000円3000円ぐらいのものを買っています。実際のところなくしてないんですけど、買ってます。で基本耳栓に関しては寝る時だけ、寝る時につけて、で妻がドライヤーしてるのとかが聞こえないようにするとか、そういう用途だけで使ってるんですけども、アイマスクに関してはやっぱ朝もかなり使えて、
朝起きる時に変な日の光で起きちゃうことがないんですよ。だから例えば最近だと朝5時とか6時とかにはもう明るくなるじゃないですか。で僕寝室閉め切ってるわけじゃないんでちょっと光が漏れてくるんですけども、その漏れてくる光で起きちゃうんですよね。なんかそうすると自分の理想とする睡眠時間取れなかったりするので、朝無駄に起きちゃわないためにも結構アイマスクいいなと思います。普段の健康とか仕事の効率とかなんか全てにおいて睡眠ってめちゃくちゃ大事じゃないですか。てかよくよく考えると1日の3分の1占めてるのって睡眠なので、やっぱ睡眠の効率がいいってことはイコール日中のパフォーマンスにつながるんですよ。なので睡眠重視するのは本当におすすめで、これ2つ買っても多分ね3000円4000円ぐらいで買えちゃうと思いますので、こういうところから始めてみるのもいいと思うし、僕の場合はマットレスもコアラマットレスっていうものを使ったりとか、他は特にやってないか、本当はね掛け布団もちょっと重たいものにするとか、枕もオーダーメイドにするとかいろんな方法があるんですけども、その寝具とか睡眠効率を司るものの中でも一番安くて始められるものだと思いますので、ぜひねなんか最近睡眠浅いなとかなんか眠れないなって人は試してみるのありかなと思います。ということで買ってよかったもの3つ目がこちらのアイマスクと耳栓でした。はい、続いてキッチン周りのアイテムからなんですけども、買ってよかったもの4つ目がこちらのキントーのアクティブボトルです。これ何かって、すごくシンプルなボトルなんですけども、僕ここ1年ぐらい、結構毎朝ボクシング行ってるんですよね。行ける時は週4、5とか、行ったりしてるんですけども、そのボクシング中に飲む飲み物をこれの中に入れて、飲んでいますと。推しのポイントが1個目は見た目がいいと。キントーってやっぱ全体的に見た目がいいものが多くて、こういうねボトル系タンブラー系すごくいいものが多いんですけども、それ見た目がいいのが一つと、2つ目が容量がちょうどいいこと。これねこのサイズそんなに高さないんですけども、これで 600ml 入ります。なのでペットボトル1本とプラス例えば EAA とかそういうサプリメント系が粉で入れられるよっていうのがすごくいいところで、3つ目いいところがここですね。はい、この部分ストローみたいな飲み口がついているので、普通のボトルみたいに回す必要がないんですよね。ボクシングの時ってそんな回して飲む時間があんまりなかったりするんで、ピュッと持ち上げて飲めるっていうのがかなり気に入っています。なので毎日こうやってボクシングした後に給水でこうやって飲んでやったりとかしています。であとやっぱ日常的にボトル持ってると水めっちゃ飲むようになるんですよ。2026年頑張ったことの一つとして、さっき結婚式ちらっと話したと思うんですけども、その結婚式に向けて僕ダイエットしたんですね。2026年頭からだいたい5、6キロぐらいダイエットして、今1キロ戻って、それでいうと年始から4キロぐらい痩せたんですけども、やっぱその痩せた理由の一つがお水たくさん飲むことです。でこのボトルをちゃんと日常持っていっておくと、このボトル何本分っていう計算ができるので、だいたい僕は毎日このボトル3から4本分を水飲むようにしていて、なんかそれでだいぶ痩せやすくなったなっていうような感じがします。本当飲みやすいし、水飲む習慣づけっていう意味でもすごくおすすめのボトルなので、しかも値段もねなんか2000円しないぐらいだったかな、なんかそのぐらいだった気がするので、ぜひね買ってみてほしいなと思います。ということでおすすめのアイテム4つ目がこちらのキントーのアクティブボトルでした。そして5つ目がですね、この中に入ってる液体ですね。僕毎朝ここにはただの水だけじゃなくて EAA っていうのを入れてるんですよ。はい、こちらです。で、はい、買ってよかったもの5つ目がこのアンビークの EAA、はい、こちらです。EAA って何かあんまり知らない人いると思うんですけども、簡単に言うとアミノ酸ですね。アミノ酸って体のエネルギーになったりとか、あと作用としては筋肉の疲労回復だったりとか、筋肉が落ちないようにするためのものなんですよね。なんですけども、これ普通に運動の前に1杯飲んでかなりなんか調子良くなってる気がします。1個の理由としてはやっぱクレアチンかな。クレアチン最近流行ってるじゃないですか。なんか筋肉の疲労回復にも良ければ脳のなんか疲労回復にもいいとか言って結構流行ってるものだと思うんですけども、このクレアチンが入ったりとかするおかげか、なんかこれを毎朝1杯飲み始めてからすごく調子がいいです。で僕がねよく見てる筋トレ系 YouTuber の豆玉が宣伝部長に実はなっていて、よくねこの人の YouTube とか見てちょっとモチベ上げたりしてるんですけど、本当に EA を取り始めてからなんか痩せやすくなったような気もするし、あとなんか日々のエネルギーっていう部分もかなり良くなったなっていう感じがします。でなおかつめちゃくちゃ美味しいんですよ。
オールインワン EAA のスイートピーチ味めちゃくちゃうまい。なんかちょっと濃いめの桃の天然水って感じ。本当にそんな感じの味して毎日飲みたいぐらい。なんか下手なジュース飲むんだったらこっちの EAA 飲んじゃおうって感じるぐらいにはめちゃくちゃ良くて、僕はもう 2,3 ヶ月に1回このでっかい袋を買って毎朝1杯ずつ飲んでるという形になります。1杯飲んでボクシングしてっていう感じですね。もちろんカロリーとかもあるんで、運動全くせずにこれだけバンバン飲んだらもちろん太ると思うんですよ。普段の食事に追加してこればっか飲んだら絶対太るとは思うんですけども、なんか EAA とかって結構味あるから、僕の場合はちょっと食事抑えて、でなおかつ EAA を足してあげると空腹も紛れるんですよね。だからそういった意味でもすごく買ってよかったなっていうものだったので、ぜひ EAA 飲んだことない人は飲んでみてほしいなと思います。ちなみにこの EAA って数年前とかまでめっちゃ高かったんですよ。高かったんですけども、結構最近は値段もこなれてきて、そんなにプロテインと変わらないぐらいのお値段で買えちゃいます。おすすめです。ということで買ってよかったもの5つ目がこちらの EAA でした。ちなみにプロテイン何飲んでるかでいうと、僕はプロテインはちょうどね1個なくなっちゃったんですけども、僕ホヘイプロテイン、要は運動後すぐ飲むプロテインはこっちのほうじ茶のプロテインにしていて、でもう1個僕ねちょっと今ちょうど切らしちゃって次の Amazon プライムデーとかで買おうと思ってるんですけども、ソイプロテインも買っていて、それはアンビークのバナナ味を買っています。これとね同じアンビークのメーカーですね。で基本毎日ボクシングに行くかジム行くかっていうのはなるべくするようにしてるので、だいたい朝一で EAA 飲んで運動後にホヘイプロテイン取って、で夜晩ご飯とか食べる直前とか食べた後とかにデザート代わりに、ソイプロテイン混ぜたスムージーみたいなのを作って飲んだりしています。もちろんプロテインとか毎日飲みすぎると太るだけなので、かなり運動した日とかちょっとね制限したりはしてるんですけども、こんな感じで分けたりして飲んでいます。ケイスケの動画。はい、残り買ってよかったものを3つちょっと座りながらねお話ししたいなと思うんですけども、最初から数えると買ってよかったもの6つ目が、オフィスに置いてあるマイクですね。MKE600 っていうマイクです。今はねこのワイヤレスマイク使ってるんですよ。なんですけども、やっぱ理想はワイヤレスマイクよりもガンマイクの方が音いいんですよね。ワイヤレスマイクの方がいろんなところ歩きながら紹介できるから、やっぱカメラの画角変えたりとか映像として面白いものができるなと思ってワイヤレスマイクは使ってるんですけども、理想はやっぱガンマイクで撮影がしたいと。でガンマイクの中だとやっぱ MKE600 はちょっと別格にやっぱ音がいいなと思ったりしていて、それ以上になると次 MKH416 っていう何十万はしないか十何万するものになっちゃうんですよ。って思うとまたね話繰り返すんですけども、 MKE600 って本当にコスパがいいなという感じのマイクで、最近ね夏になってきたんで僕家でも撮影ができるんですけども、やっぱ冬の間とかって日中僕自然光の光で撮影してるので日中撮影しづらいんですよ。で朝そのボクシング行って帰ってくるとちょっともう日が沈みかけてるみたいな時も結構多くてですね、やっぱ冬とかはなかなか家で撮影ができないからオフィスに撮影スペースっていうのを作ったんですけども、その撮影スペースでも撮影するときはそっちのマイクを使ってて、やっぱそっちで撮影するときはたまに音いいですねってコメントもあったりするんですよ。なんかね嬉しいじゃんね、このお家で撮影するとちょっとね反響も拾っちゃうから難しかったりするんですけども、やっぱここぞという時に使えるマイクとしてすごく買ってよかったなってアイテムなので、これはねちょっと入れさせてもらいました。ちょっとニッチなアイテムなのであんまりいやいやそんなん買わんわと思う人も多いかもしれないんですけども、なんかいざ仕事で使うとかちょっと音楽録音してみたいとかそういう時になんかいいマイクないかな、そういやケイスケさん言ってたなとか言って思い出してくれると嬉しいなと思います。ということで買ってよかったもの6つ目がゼンハイザーの MKE600 でした。そして買ってよかったもの7つ目が下のねデスクスペースにあるスタジオディスプレイです。アップルのスタジオディスプレイ、20万円ちょいするただのモニターなんですけども、これがねめっちゃ良かった。詳しくはレビュー見てもらった方が早いなとは思うんですけども、僕の場合は普段から色を見たりとかするわけですよね。でやっぱモニターで見る方がこのパソコンで見るよりも目線が上に上がるから首が疲れないというのがあったりして、すごく快適に作業ができるし、でなおかつこのパソコンのモニターと同じ色味でこの大きいモニターでプレビューできるんですよね。なのでカラーグレーディング、色の編集っていうのが大きいモニターでできると
っていうのもいいし、あとはめちゃくちゃ音がいいですよね。本当ね、スタジオディスプレイのスピーカーってどっから音出てんのって思うぐらいしっかり重低音とかも聞こえてすごく心地が良いし、あとは本当に地味なポイントとして音量とか、明るさっていうのもパソコンから変えることができるんですよね。普通に Mac のコントロールセンターからピュッと変えることができるんで、その辺も楽というのを気に入っています。あとは特に MacBook Air の人とか、ハブとかよく使うと思うんですけども、そのハブの機能自体をもうモニターが役割になってくれてるので、モニターの裏に USB-C ポートがパソコンとつなぐ以外に3つぐらいあって、そこに接続もできると。でしかも電源供給されてるから、なんかパワー不足とかにもならないということで、本当になんかストレスなくなりました。どうしても外部モニター使ってる時って接続性とかたまにちっちゃなストレスあるじゃないですか。なんか解像度違うなとか、そういうちっちゃなストレス一切なく接続性いいって最高だなっていうことで、買ってよかったもの7つ目に選ばせていただきました。普段作業する場所が常に一緒だよっていう人はぜひね、スタジオディスプレイめちゃめちゃおすすめなので買ってみてほしいなと思います。ということで買ってよかったもの7つ目がスタジオディスプレイでした。そしてラスト1つがカメラですね。じゃじゃんと、こちらめちゃくちゃかっこいいカメラ、シグマ BF です。はい、こちらです。シグマ BF に関してもちゃんとね、レビューをしているので、そちらの動画で詳しく見てほしいなとは思うものの、このカメラ自体は全員におすすめできるものではないです。例えば動画撮りたいよというと手ブレ補正がね、あんまり強くなかったりとかもするし、マイクとかもつけられないし、そもそも SD カード入んないしみたいな、いろんな不便点はあるんですけども、一個やっぱ見た目ですよね。この見た目かっこよすぎ。本当にカメラっていうぐらいかっこよくてですね、これがすごく好きっていうのと、あと中の色味もすごく綺麗で、そこもいいなと思ったりしてます。このカメラに関しては僕なんで買ったかっていうと、 CP プラスで徳井さんとか鳥羽ちゃんがこのカメラのセミナーをしてて、めちゃくちゃいいセミナーだったんですよね。なんかそのセミナーの作例がとっても良かったなっていうのもあるし、プラスして僕の場合って普段は動画撮るんですよね。なんか旅行とかちょっと出かけた時に動画を撮っちゃうんですけども、やっぱ動画撮るカメラで写真撮るとちょっといまいちなんですよ。なんか写真に集中できてない感じがするっていうのが僕の中でちょっとしっくりきてなくて、なので写真のカメラ、動画のカメラ分けたいと。で分けた時にテンションが上がるカメラがいい、じゃあ何かで選んだのがこちらのシグマ BF でした。僕はもうここの先っぽにマニュアルフォーカスのレンズしかつけないっていう風に決めてるので、L マウントのねシグマのレンズとか僕はつけないんですけども、一応 L マウントのレンズをつければオートフォーカスも効くし、いろんなシーンで活躍してくれます。一個僕未だに悩んでるのはこのレンズですよね。今ねフォクトレンダーのノクトンのレンズをつけてるんですけども、やっぱシルバーのレンズにしたいなっていう欲が最近出てきてですね、できればライカのシルバーレンズとかその辺を買いたいなと思ってるんですが、今まだベストなものが見つかってなくて、いろいろいくつかいただいてはいるんですけども、引き続きおすすめがあれば教えてほしいなと思います。これに関しては本当に見た目がいいっていうのが一番いいところだと思ってるんで、多くは語れないカメラではありますね。ただすごく満足感高くて買ってよかったなと思っています。買ってよかったもの最後の一つがこちらのシグマ BF でした。ケイスケの動画。はい、ので買ってよかったものを一気に紹介してきました。いかがでしょうか。正直2026年上半期に関しては僕もほとんどの部分を結婚式に捧げてきてしまったので、なんかちょっと旅行とかも控えてたし、あとは散財とかも、なるべく、してるんだけどしないようにしようみたいな感じで結構抑えてた部分もあったんで、下半期はですね行けるうちにやっぱ旅行も行きたいし、でちゃんと欲しいなと思ったものはしっかり買ったりして、お部屋の模様替えしっかり、カメラとかも引き続き自分に合ったものっていうのを模索していきたいなと思っております。下半期行こうと思っているところで言うと、今月はモンゴルに行く予定があって、来月アイスランド行ければ行きたいなと思ったりしています。またねその様子も動画にしたいし、去年行ったね海外旅行とかもまだ動画にできてないものがあるので、それも Vlog にしようと思っております。結婚式の部分も Vlog にしようと思ってるんで、ぜひ楽しみにしてくれると嬉しいなと思います。あ、そうだ、旅行とか関係ないんですけども、8月にハイロックスっていうなんかめちゃくちゃ苦しいトライアスロンみたいなやつの大会に出ます。ちょっとそれに向けてトレーニングもねいろいろやってますんで、完走を目指して頑張りたいと思いますんで、ぜひねインスタグラムの方とかウォッチしてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。鼻声で聞こえづらかったら申し訳ありません。皆さんのね
上半期買ってよかったものもコメントで待っておりますので、ぜひコメントくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。